皆さんこんにちは。京都のマサです。この間ねニュースになってましたけど、日本が台湾にねコロナワクチン提供を検討するってね出てましたけど、すごくいいことですよね。これねちょっと、複雑な背景というか、台湾はね、ご存知の通り台湾とはね国境もないし、国境じゃなくて国として認めてもないしね、日本は。だけど中国とね中国から圧力でねどうもワクチンが買えない、ヨーロッパのねドイツとの交渉なんかでも中国のチャチャが入って買えない状態がそんな風に追い込まれてるみたいですね。日本がね使わないアストラゼネカ製のワクチンならね、今のところ多分他の2種類でファイザーとモデルナ、この2種類で日本の人口分のワクチンは目処が立ったからでしょうね。これでアストラゼネカはね、アストラゼネカのワクチンは日本でも工場を作ってライセンス生産をするって言ってましたんで、そういう分をねどうするのか。アストラゼネカのねワクチンは使わないんであれば、そういう使い方もね実に素晴らしいことなんじゃないですかね。台湾はね、ご存知のように中国の嫌がらせでね今回買えないっていう事態で、なぜこれがね中国が嫌がらせをするか。一国制度のもとね、中国からしてみたら台湾の人たちっていうのは自分たちの統制下に置きたい、ワクチンも中国製のワクチンを購入して使いなさいと。でそんな中国製のワクチンなんか使えませんってね、台湾の保健省の人が怖くてよう使えんわっていうことを言ってましたけど、西側の人の感覚からしたらそうですよね。日本でもきっと中国製のワクチンいっぱい入ってきてね、みんな受けに行きますかね、ワクチン接種で。それなら日本製ができるまで待つよってなりませんかね。もしくはね、信頼のおける国、アメリカとかイギリスとか自分たちの国のワクチンをね買わないんなら、買わずに他のねヨーロッパの国のワクチンを買おうとするから嫌がらせをする、買わせないようにする。そして今度日本がねそういうことを表明したら、中国のねその外交官なんて言ったと思います？そのワクチンを使って独立を果たそうなんて
できると思ったら間違いだ。こういうことをね、報道官が言ってるんですけど、ワクチンを使って独立をできると思ったら間違いだって、完全にもうなんかね、ヤクザですよね。ヤクザが自分とこのティッシュをね、ティッシュってあれね、おしぼりとかをね、飲食店に買わせる口実みたいなねもうすごい国だよね、中国は。平気でそういう悪態をつくというかね、他国の善意をね、まあ日本の善意、日本が台湾にかける善意っていうのがね、本当面白くないんでしょうね、中国は。本当ね、なんかもうちょっとね、大人な対応ってできないんですかね、もう。台湾もね、日本が支援してくれるなら喜んでっていうことをね、表明してますしね。やっぱり国としての信頼度の違いだと思うんですよね。中国のワクチン使えって言われても嫌だってね、拒否して、日本の支援ならね、何の躊躇もなく多分使ってくれるっていう、そこまで日本をね信頼してくれてるんですよね、台湾の人は。そしてね、忘れてはいけないのは、10年前ね、東日本大震災、この時にね、台湾の方たちがね、どれだけ日本のために支援してくださったのか、250億円ぐらいの規模らしいんですけど、こんな国は他にないですよね。もう国と言いましたけど、国ですよね。どれだけ親日的な国なのかっていうのはこれでも分かりますよね。私も台湾へはね2回行ったことあるんですよ。もうかれこれ5、6年もっと前かな、6、7年前かな。だけどやっぱりすごいね、親日的ですね。親日です、台湾の人は。とにかく日本人にはね、こう崇敬の念というか、そういうのがあるみたいで、もうこれはね、やっぱり年寄りから若い人までね、皆さんそうなんですよね。これは本当皮肉なことにね、同じ日本の植民地だった
朝鮮半島の人とはね、もう真逆なんですけど、日本に対するね、印象というか、とにかく日本の文化、今だったら日本の文化ですよね、とか、日本のことがね、大好きなんですよね、台湾の人が。だからこんなね、素晴らしい台湾の人たちがね、困っている時、困っている今こそね、日本が差し伸べられる手があるならね、それは惜しみなくやってあげるべきじゃないですかね。日本国内でアストラゼネカ使わなくても日本国民分のワクチンは確保できたということなんでね、それならね、もし使ったとしたらそれは日本国民全員にね行き渡るのは早くなるのかもしれないね。だけど日本はね、国の力、お金の力でワクチンをね、買い占めることができて、国民に打てたとしてもね、打てなかった周りの国の人はね、反感を抱くだけですよね。それにそうやって政治的にね、圧力をかけられて、虐げられてる人たちがいるんなら、しかもそれがね、隣国、隣のね、恩のある方たちですからね。日本は最大限できることをね、日本政府でやってあげてほしいです、本当。